サイバーコネクト2ゲームクリエイターセミナー2021ゲームデザイナー編を始めさせていただきます。本日は書類選考で落ちないための作品制作のポイントというテーマでお話しさせていただきます。私はゲームデザイナーの松本龍之介と申します。弊社ではゲームプランナーのことをゲームデザイナーと呼んでいます。4年生のゲーム専門学校を卒業してサイバーコネクト2に入社しました。入社して4年目となります。講演の対象者ですが、ゲームデザイナー志望の人、作品制作のポイントを知りたい人となっております。プログラムはご覧の内容です。どんな作品が評価されるのかや作品制作について説明させていただきます。まずはじめに書類選考の現状について説明します。残念なことにアーティスト志望、プログラマー志望の人と比べてゲームデザイナー志望の人は書類選考で落ちる方の割合が高いです。書類選考で落ちる人には共通点があります。それはゲーム制作未経験の方が多いです。あくまで例ではありますが、このような企画書が多いです。一見ターゲット、システム、ゲームサイクルが書かれていて良い企画書に思えます。しかし、こんなことできたらいいなという妄想だけが書かれています。コンセプトやそれを実現するための手段が書かれていません。このような具体性の欠ける企画書は書類選考で落ちてしまいます。一方、ゲーム制作経験者が作る企画書にはコンセプトやコンセプトを実現する手段が書かれているものが多いです。それはなぜなのか。ゲーム制作はコンセプトを実現するための手段について具体的に考える訓練になるからです。私も学生時代ゲーム制作を経験していたため企画書制作に活かせる部分が多かったです。よってゲーム制作を経験することは重要です。じゃあゲーム制作を経験すればいい企画書が作れる、書類選考は楽勝ではありません。ゲーム制作経験者の企画書でも考える力、伝える力が弱いと書類選考で落ちます。この考える力、伝える力については後ほど詳しく説明します。落ちる人の共通点をまとめました。書類選考で落ちないためにはこの3点に気をつけましょう。次に落ちないための作品制作について説明していきます。落ちる人の共通点、ゲーム制作未経験、こちらはどうすればよいでしょうか。単純にゲームを作りましょう。でもグラフィックは作れない、プログラムもできないというゲームデザイナー志望の人が多いと思います。問題ありません。グラフィックはフリー素材で OK です。また、プログラム未経験でも Unity などのゲームエンジンを使えば簡単に制作できます。私もグラフィックは作れなかったのでフリー素材を使ってました。そうすることで少しでも制作の時間を増やすようにしていました。ゲーム作品は個人制作、チーム制作、どちらでも OK です。私の場合は個人制作1本、チーム制作3本を制作していました。特にチーム制作ではコミュニケーションがとても重要であると知るいいきっかけになったと思いました。チーム作品を提出する際はどんな役割、活躍をしたか明記しておきましょう。例えばチームリーダーをしてスケジュールを守れるようチームメンバーのタスク管理をしていたなどアピールしていると能力を評価しやすいです。次に落ちる人の共通点、考える力、伝える力が弱いですが、それぞれの力について説明していきます。考える力ですが、コンセプトは明確になっているか、ターゲットとコンセプトの組み合わせに問題がないか、コンセプトを実現できる手段になっているかとなります。伝える力は見やすいレイアウトになっているか、いや図を適切に使っているか、面白そうと思わせる見た目になっているかとなっております。つまり魅力的なコンセプトとそれを実現するための手段を考え、相手に面白そうと思わせる企画書を作れたら勝ちです。特に冒頭のページで面白そうと思わせることができなければ、その企画書は最後まで読んでもらえない可能性が高いです。そうならないためにも面白そうと思わせるための企画書の制作ポイントを紹介していきます。まずはターゲットを決めましょう。
ターゲットは既存ゲームを参考にしながら決めましょう。有名で流行っているゲームを参考にすると決めやすいと思います。仮にとあるアクションゲームを思い浮かべた場合、そのゲームが好きな人は男性、女性どちらでしょうか？今回の例では男性だと仮定します。この男性の年齢のイメージは若者、おじさん、若者。そのアクションゲームのイメージは渋い、派手、派手。男性、若者、派手。これらをまとめると、ターゲットは派手なアクションが好きな若い男性となります。このようにそのゲームの好きな人はどんな人かをイメージしながら決めていきましょう。次にターゲットに刺さるコンセプトを決めましょう。まずはターゲットに刺さりそうなテーマを想像してみましょう。例えばこの場合だと高速飛行、爆発、銃撃戦というふうに想像してみましょう。今回は爆発を例にして説明していきます。決めたテーマをもとに既存ゲームとの差別化を意識してコンセプトを決めましょう。コンセプトとして言語化してほしい2大要素があります。それはユーザー体験とユーザー感情です。ユーザー体験はこのゲームで体験できる一番面白い部分です。ユーザー感情はユーザー体験によって得られる感情です。これらをうまく言語化することで魅力が伝わりやすいコンセプトを決めることができます。テーマ、爆発を例にすると、ユーザー体験は〇〇使って敵を爆発させる。その爆発によって近くの敵が誘爆する。爆発が連鎖してド派手な超爆発が発生する。というふうに順序立ててユーザー体験を決めていきましょう。そして爆発が連鎖したり超爆発が発生すると気持ちいい爽快感。これがユーザー感情となります。よってコンセプトは爆発の連鎖で超爆発を生む爽快感となります。面白そう、やってみたいと思わせることができればコンセプトとして合格となります。コンセプトを実現するための手段を考えます。この手段とはゲームジャンル、プラットフォーム、操作性、ゲームシステムとなっております。これらをコンセプトを実現するためにはどんなものが最適かを考えていきます。この中でも特に重要なのがゲームシステムです。ゲームシステムを考える際の注意点ですが、コンセプト、ユーザー体験とユーザー感情を実現できる内容になっているかどうかです。爆発の連鎖を体験させるためにはどんなシステムが最適か、このシステムで爽快感が得られるかを注意しましょう。コンセプトとは直接関係ない要素は記載不要です。例えばストーリー紹介、アイテム説明、敵の種類などです。もう一つの注意点は、このゲームならではの面白さがあるかどうかです。既存ゲームと差別化できてないと売れません。差別化できているかの判断のためには、既存ゲームをたくさん知っておく必要があります。書類選考の際、採用担当はこれらのポイントでその人の考える力の有無を評価しています。ゲームシステムを考えるのがゲームデザイナーの仕事の一つなので、ここに一番時間をかけて制作してほしいです。最後に企画書にまとめましょう。企画書の構成例はご覧の内容となっております。これらを5から8ページを目標にまとめましょう。企画書をまとめる際の注意点ですが、商品力、新しい、面白そうとなる部分を強調して書きましょう。コンセプトやならではの遊びを強調して書いてください。フォントの色や大きさを変えると効果的です。もう一つの注意点が、絵や図を使って説明しよう。文字ばかりだと読みづらいです。絵を使う際の注意点ですが、既存ゲームの絵はやめましょう。なぜなら良くも悪くもそのゲームのイメージが企画書についてしまうからです。参考例として当時の就活作品を紹介します。見出しを使っていたり、商品力の部分を強調したり、絵を使って説明などしていました。大事なのは見る人の気持ちになって企画書を作ることです。企画書ができたら先生や友人に見てもらいましょう。私の場合、企画書ができたら企画の授業を担当していた先生に見せていました。だいたい1週間に最低1回は見せるようにしていました。見てもらった時に面白さが伝わっているか、分かりづらい部分はないかをチェックしましょう。当然ですが、自分に近しい人が見てわからないなら、企業の採用担当が見ても分かりません。
何度もチェックと修正を繰り返した自信作を企業に提出しましょう。次にアンケート用紙について説明します。企業によって応募アンケートの提出が必要になります。他社さんではエントリーシートと呼ばれているものになります。サイバーコネクト2の応募アンケートの内容はご覧の内容となっております。この中でも特に重要なのが、ゲームデザインが優れていると感じたゲームタイトルとその理由です。このアンケートで採用担当が見ている評価ポイントを紹介します。まずはゲームを分析できているかどうかです。よくあるのが、ストーリーが良かった、映像表現がすごかったと書かれている場合が多いですが、これらはゲームデザインではないので NG です。ここで書いてほしいのは、このゲームの〇〇のシステムがあることでどんな体験が得られたなど、ゲームデザインに関することを書いてほしいです。次に最近のゲームをプレイしているかどうかです。ゲーム業界を目指すのであれば最新情報を知っておく必要があります。既存ゲームや業界の流行り、ユーザーの動向を知らないと新鮮さが足りない企画書やターゲット不在の企画書になってしまいます。ゲーム制作や企画書制作と一緒にゲーム分析と市場調査もやりましょう。まとめです。作品についてですが、ゲーム制作を経験しましょう。経験したか否かでは企画書に差が出ます。面白そうと思ってもらえる企画を考えましょう。コンセプトを実現できる内容か、このゲームならではの面白さがあるかを意識しましょう。見る人の気持ちになって企画書を作りましょう。作品以外についてですが、ゲームを分析しましょう。ゲームをプレイしているときになぜ自分が面白いと思ったのかを分析して言語化しましょう。最近のゲームをプレイしましょう。ゲームを買うのが難しいならせめて知っておきましょう。私の場合はゲーム雑誌を毎週買って情報収集していました。最後に参考書籍を紹介します。こちらの書籍は有名ゲームを題材についやってしまう仕組みや手法について丁寧に解説されています。ビジネス書とは思えないほどスラスラ読めてゲームの体験について知ることができます。最後にお知らせです。ゲームクリエイターセミナーを目指す方へおすすめのサイバーコネクト2の書籍のキャンペーンを行っております。この機会にぜひご利用ください。キャンペーンの詳細は概要欄のリンクをご覧ください。本セミナーは以上になります。日々の課題や授業で忙しいとは思いますが、本講演が作品制作の手助けになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。